全世界の皆さん、こんにちは。タナです。本日はタナがこれまで買ったキャンプ用品の中でほとんど使ってないもの、買ったはいいけれども使ってないものを中心に紹介をしていこうと思います。で、今こちらにこのスノーピークのこのコンテナの中に使わないものを入れてます。ちょっとね、ぐちゃぐちゃこの中から1個ずつ出していって紹介をしようと思うんで、今回使わなかったからといって特にねこの地雷アイテムみたいな感じで全然ダメだったアイテムというよりは、単純に僕のスタイルだったり僕が最初買って新しく同じ機能があるものを買って、そっちの方が気に入ったみたいな話なんで、ちょっとそこは勘違いしないようにお願いします。それではまず1点目、ルミエールランタン。このルミエールランタンを買った理由としては、僕結構夜にご飯をキャンプで、作ってなんですかね、動画を撮りながら撮影することが多くて、で今までオイルランタン、フェアハンドのオイルランタンを中心に使って、あとはねほおずきランタンとかで照明代わりにして撮影はしていたんですけど、もう少しなんですかね、おしゃれな光源が欲しいと思って、買ったのがこのルミエールランタンです。で、僕ネットで買ったんですけど、まず1つ目は僕が思っていたより大きかった。サイズもこれぐらいはあるんで、僕本当にもうこれぐらい半分ぐらいだと思ってたんですよね。ただそこはちょっと思ったより大きかったなっていうのと、あとはこれを僕上からなんですか取るんですけど、置いたとしてもいい感じにこのランタンの光とその手元が映るっていうのが結構難しくて、皆さんインスタグラムとかでこれすごく使っておしゃれに撮ってる方いらっしゃって、そういった方はどちらかというとテーブルの上のテーブルライトとして使ってるような感じがするんで、僕はどちらかというと外でもうまな板をカッティングボードを下に引いて、そこで調理をしながら食べるっていうスタイルだったんで、ちょっとこれは相性が良くなかったです。僕がね買った時にもう少しちゃんと考えていれば良かったと思うんですけど、結果的にね外では1回、2回ぐらいしか使ってないですねというような、もったいない買い物をしてしまったのが、1つ目がこのルミエールランタンです。はい、2つ目なんですけれども、こちら、ユニフレームのスコップですね。でこれなんやねんっていう感じだと思うんですけど、炭とかスコップでなんですかすくって捨てたりするっていうものなんですけど、一番最初ね買った時はキャンプ始めたての時で確かに炭とか薪とか、燃えた後って、これですくったりする必要あるのかなと思ったんですけど、正直そんなこれを使うほどでもないっていうところで、その1回しか使ってないです。それ以降は例えば焚き火台とかであれば、その焚き火台を普通になんですか冷えた後に持ち上げてビニールに入れちゃえば、これ結局いらないよねっていう感じだったんで、使ってないって意味で、このなんですかね、これなんていうんですかね、このスコップは、全く使ってないので、ちょっと残念ながらタナのキャンプ道具のベンチにも入っていません。はい、申し訳ないです。じゃあじゃんじゃんいきます。はい、次これですね。ここにちょっと隠れてるやつがいるんですけど、これはダッチオーブンのここにはめて持ち上げるためだけのものです。正直なところ軍手してればモテるよっていうね、
それだけですかね。あとね、例えばこの上に炭とかすごい置いて、調理してる時とかは確かにこれがないといけないのかな、これがあったらすごく便利なんでしょうけれども、それでもどうにか結構ねこれ軽いわけじゃないんですよ。軽いわけじゃなくて、本当にこれがないとこの蓋を動かせないかっていうと、そういうわけじゃないよなっていうところで、もう持ってってないです。ある意味家で人が来た時にこれ使ってみんなでワイワイする時に使うとちょっとおしゃれかなぐらいな感じで、1回ぐらい使っただけなんで、もうそれ以来は使ってないですね。キャンプ場でも最初の 1,2 回しか使ってないんで、残念ながらタナのこちらも、レギュラーメンバーにも入れず補欠にもなってないというような感じです。ダッチオーブンを買う人は、まずダッチオーブンを買って何度か外で使ってみて、それでもこうやって持ち上げたりするのが、軍手じゃ怖いとか、レザー手袋でも難しい、この上に炭たくさん置いて使う用途が多くて、どうしても難しいっていう場合であれば、買ってもいいのかなと思います。最初から揃える必要はないんじゃないかなと個人的には思ってるんで、そういった意味でこちらを、ランクインしました。はい、次なんですけれども、このスキレットに関しては使ってます。たまに使うんですけど、問題はこいつですね。これロッチの、見えますかね、これもロッチのスキレット用のブラシなんですよね。ご覧の通り一度も使ってません。でこれ何に使うのかというと、外に持っていってるっていう前提なんですけど、この中をゴシゴシするやつなんですよ。で正直これたわしでいいんですよね。たわしがあればもうオールオッケーで、ちょっとねこれ買ったはいいんですけど一回も使ってないんで、使う用途がほんと限定されすぎてて、もっとたわしでたわし言ってますけど、たわしで十分だと思います。おしゃれなんで、これで掃除してるとかなり料理にこだわメンテナンスこだわってる人なのかなっていう感じはするんですけど、買ったはいいけど、正直なところ一度も使ってないので、これは残念ながらランク外ということで、すいません本当に。で次です。これ一番最初に手でもじもじやってたと思うんですけど、マルチツールですね。これ多分便利なんですけど、一回も登場してないんですよね。持ってはいってはいるんですけど、使う用途が今までなくて、ちょっとこれ開けてってみましょうか。虫眼鏡とかいりますかね。これなんすかね、これ。多分ね、これ僕が使い方を分かってないだけだと思うんですけどね。いろいろ飛び出てくるんですけど、使ってないんで本当にすいません。買ったはいいけどこれマジで使ってないです。一回も。こうやって見るとね、ちょっとロマンですよね。男のロマンというか、ちょっと危ないんでこれ直しますね。はい、マルチツールに関してはタナが使いこなせてないだけということでよろしくお願いします。ただ僕は使っていません。はい、次です。これね、これはね最初のこと気に入ってずっと眺めてたんですけど、ナタですね。ナタでこのナタね、中古で買ってかなりいい年季が入ってるもので、見えますかね。何回か使ったんですけど、正直斧があれば全然もうそれで十分なんで、これを使う機会がないというだけですね。ナタである必要性がないっていうふうに思ってます。斧で、ほとんどのことが代用できるんで、
で、使い勝手で言うと、ナタよりも斧の方が僕は触りやすいんで、そちらを持っていってるっていうような感じですね。ただこれすごくねかっこいいんで、特にこう売ろうとかも思ってないんで、今後登場する機会があればいいかなとか思ってたりします。どうでしょう、かっこよくないですかこれ。ピンボケしてますね。僕の動画を見ていただいている方はファイヤースターターを使ってるんで、分かると思うんですけど、火打ち石ですね。火打ち石と、これ火打ち釜っていうんでしたっけ。これ最初の頃石をねこれでこうパチパチして火をつけるやつなんですけど、全然いいと思うんですよ。軽くていいと思うんですけど、僕なんかファイヤースターターでこうジッてやるやつの方がなんか単純に好きなんですよね。これなぜかというとディスカバリーチャンネルでサバイバルの動画をよく見てて、その使ってる人がファイヤースターターでじゃんじゃんつけていくんですよね。なのでそれが単純に好きなんで、今使ってないっていうだけですね。もしかしたらまた今後使うかもしれないんですけど、今現在は使ってないので、使ってないものとして、ランクインしました。で最後にこのスノーピークのこのコンテナで、このコンテナに関しては、すごくかっこよくて使い勝手がいいのかなとか思ってたんですけど、僕は車で行くんですよね。で車のトランクがそんなに大きくなくて、これをなんか入れにくいんですよね。まず大前提としてすごくトランクにいいサイズにこう縦のサイズとかがはまらなくて、なんかもっとこう4駆とかでこれをなんか2段3段詰めるような人であればすごくいいのかなと思うんですけど、ちょっと僕は車にまず入れにくいと。あとはこのコンテナ自体の重さがそこそこあるんですよ。なので、これに入れるんであれば、もうちょっとこうソフトケースの何かに、入れて持っていくとか、にしちゃってますね。例えばこうファミリーキャンプとかで結構こうラグジュアリーな感じでキャンプをする人であれば道具が多くて、こういうのも飾り付けとかのインテリアの一環としても使えるんですごくいいんじゃないかなと思うんですけど、僕はまだほとんどソロキャンプで行くんで、ここまでは必要ないなということで、このスノーピークのコンテナは使っていません。ということでタナがこれまで購入をして、使ってないものを、理由とともに、ご説明する動画でした。特にねこの道具たちが、性能が悪いとかそういったわけではなく、単純に僕のキャンプスタイルに合わなかったっていうことだけなんで、そういった、理解でよろしくお願いします。もしかしたら今後使う可能性もあるかもしれないんですけれども、今のところはレギュラーにはなっていない、補欠にもなっていないというものでした。それでは本日もどうもありがとうございました。